神経の詰まりって何と思われたかもしれません。よく脳は水に浮いてますよっていう話を聞いたことがあると思うんですけども、こんにちは、野村整骨院院長の野村昭夫です。本日は神経の詰まりを改善して自律神経を整える方法を紹介いたします。神経の詰まりって何と思われたかもしれません。少し説明いたしますね。脳があって、その下ですね、神経のこの束になっているものがずっと背骨の中を通って仙骨という骨まで行っています。で、その脳と脊髄ですね、脳と脊髄を硬膜ですね、この硬膜という膜がこの青く書いているんですけども、この膜が包んでいます。そしてその間ですね、この間に水がずっと溜まっています。この水を脳脊髄液と言います。よく脳は水に浮いてますよっていう話を聞いたことがあると思うんですけども、その水というのがこの脳脊髄液です。で、この脳脊髄液は何をしているか。脳と脊髄ありますね。この栄養補給と掃除ですね、老廃物を洗い流す掃除の役目をしています。ですからこの脳脊髄液の循環が悪くなると、これ脳脊髄液ずっとこの間を循環してるんですけども、この循環が悪くなると神経ですね、特に自律神経の働きが悪くなってさまざまな自律神経失調症のような症状が出てきます。ですから本日はこの脳脊髄液の循環を良くするストレッチというのを行っていきます。行っていくんですけども、ちょっともう少しだけ説明いたしますね。この硬膜、先ほど説明した硬膜なんですけども、硬膜っていうのはこれ頭蓋骨、この辺頭蓋骨なんですけど、この背骨の中をずっと通って、この最後は仙骨ですね。仙骨と頭蓋骨にだけひっついてるんですね、この膜が。で、この間ありますね、間背骨の中ずっと通ってるんですけど、ここはチューブラリンというか、どこもこうひっつかない状態なんですね。骨格模型でちょっと説明しますと、この脳の場所ですねは当然頭蓋骨なんですけども、この頭蓋骨とこの間ですね、ずっとこの背骨の中をずっと通って、最後この位置ですね、この仙骨のところまで行っているんですけども、この仙骨のこの辺りですね、仙骨についていますので、この頭蓋骨と仙骨ですね、これをずっと引き離すような感じでストレッチを行っていきます。実際は寝て行いますので、それでは寝ている状態で説明いたします。こういう感じで寝ていただいて、手と足の指先を引き離すような感じでストレッチを行います。姿勢はこういう状態にしていただいて、手と足の指先ですね、これをぐーっと引き離していただくんですけども、はじめに息を吸っていただいて、止めて3秒間引き離して、で終わったらリラックスを20秒から30秒間行います。じゃあ実際やってみますね。この状態で息を吸います。で止めて3秒間、手と足の指先をぐーっと引き離します。3秒間いきますね。1、2、3。はい、一気に息をふーっと吐いてリラックスします。リラックスしていただいて、手はちょっと下げていただいた方がいいですね。この状態で20秒から30秒リラックスします。で、20秒から30秒経ったらもう一度いきます。この状態で指先と足先をぎゅーっと伸ばします。それを息を吸って止めて3秒間ぐーっと伸ばして、3秒伸ばしたらリラックスします。これを一度に3セット行います。3秒伸ばして20秒から30秒リラックスしていただいて、3秒伸ばして20秒から30秒リラックス、そして3秒伸ばして20秒から30秒リラックスというふうに一度に3セット行います。
そしてこれは1日1回で構いません。夜行っていただくとそのまま眠りにつきやすいと思います。はい、本日は神経の詰まりを改善して自律神経を整える方法というテーマでお話ししました。今後も自律神経関係の情報、うつ、パニック、不安、不眠などを含みます。自律神経を整えるさまざまな改善方法、ワーク、エクササイズ、思考の切り替え方、心理学などを紹介していきます。それらを見ていただいて改善策、予防策としてご利用いただければ嬉しく思います。ですからお見逃しのないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。最後にお知らせです。裏チャンネルでは公の場ではちょっと話せないなというような医療業界の裏話的な内容も含めてお話ししています。これはメールマガジンに登録していただいた方のみにお知らせしています。メールマガジンは説明欄にリンクを貼っていますので、そちらから登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。そしてまたもう一回3、そして3秒リラックス、そして